こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、ネットワーク機器のバージョンアップ作業を効率化するシスコ DNA センターの SWEAM と呼ばれる機能を紹介します。おそらく皆様も普段の案件対応等でネットワーク機器のバージョンアップ作業はよくあるかと思いますが、正直言って、バージョンアップ作業ってつまんないですし、めんどくさくないですか？バージョンアップの際は、まず、ウェブサイトで不具合や脆弱性などの情報を検索し、バージョンアップ先の OS を選定する作業が必要です。その後、バージョンアップ対象の古いイメージを使用しているネットワーク機器を洗い出し、それらのネットワーク機器に対して新しいイメージを配布し、配布した新しいイメージを有効化するといった作業も必要です。また、バージョンアップ前とバージョンアップ後でのネットワーク機器の正常性の確認といった作業も必要になります。もし、バージョンアップ対象のネットワーク機器が100台ある場合、イメージの配布や正常性の確認などといった作業を100回行う必要があり、作業工数が大幅に増加してしまいます。シスコ DNA センターでは、SWEAM ソフトウェアイメージマネジメントと呼ばれる機能を使用することで、イメージの配布、イメージの有効化、正常性の確認などといったバージョンアップに関連する様々な作業を自動化し、バージョンアップ作業にかかる工数を大幅に削減することが可能です。また、古いバージョンのイメージを使用しているネットワーク機器を強調して表示したり、バージョンアップ先のイメージの脆弱性などの情報を DNA センター上で確認することも可能です。こちらが DNA センターを導入前と導入後でのバージョンアップ作業の比較になります。DNA センターの SWEAM を使用することで、バージョンアップに関連する多くの作業が自動化可能なことがわかります。では、DNA センターのバージョン2.3.3.4において、SWEAM を使用して、カタリスト9300のスイッチ2とスイッチ3を 17.8.1 から17.9.1 にバージョンアップしてみます。現在、SWEAM に関する特別な設定はしていないため、古いバージョンを使用しているスイッチ2とスイッチ3のコンプライアンスがコンプライアントであることが確認できます。まず、SWEAM を使用するためには、いくつか事前に設定が必要な項目があります。左上のハンバーガーアイコンからシステム、セッティングスに移動します。まず、DNA センターが直接シスコのサイトから OS のイメージファイルをダウンロードできるようにするために、cisco.com クレデンシャルからイメージのダウンロード権限のあるアカウントを設定します。今回は私自身のアカウントを設定しております。そして、デバイス EULA アクセプタンスからイメージを使用するための利用規約に合意します。また、DNA センターはダウンロードしたイメージが改ざんされていないか検証する必要があります。この検証には、様々なイメージのハッシュ値が記載されている KGV Non-Good-Value と呼ばれるファイルが使用されます。そのため、インテグリティベリフィケーションから
DNA センターにインポートされている KGV ファイルが最新であるかどうかを確認します。DNA センターは毎日シスコのサイトにアクセスして KGV ファイルが更新されているかどうかを確認し、更新されている場合は最新の KGV ファイルをダウンロードします。こちらの今私の足元で動作している DNA センターの場合、KGV オートダウンロードインフォメーションのラストアテンプトが Never になっておりますので、KGV ファイルの更新確認が行われていません。このような場合は、画面上の Import Latest from Cisco をクリックして、KGV ファイルの更新確認、ダウンロードを実施します。DNA センターが直接インターネットに出ることができない場合は、シスコのサイトから自分のパソコンに KGV ファイルをダウンロードし、その後、DNA センターに KGV ファイルをアップロードする必要があります。KGV ファイルはシスコ、KGV などで検索するとヒットする Integrity Verification The Trust Center Cisco からダウンロード可能です。こちらのサイトのダウンロード KGV JSON をクリックすることで、各種イメージのハッシュ値が記載された KGV ファイルがダウンロード可能です。KGV ファイルをダウンロード後、Import New from Local をクリックし、ダウンロードした KGV ファイルを選択し、DNA センターに KGV ファイルをアップロードします。次に、アップグレード先のイメージを DNA センターにインポートする必要があります。イメージのインポートは左上のハンバーガーアイコン、デザイン、イメージリポジトリから可能です。イメージをインポートする方法は2種類ありまして、1つ目は右側のインポートイメージをクリックし、事前にシスコの公式サイトからパソコンにダウンロードしておいたイメージを DNA センターにアップロードします。2つ目の方法は DNA センターが直接シスコの公式サイトにアクセスし、アップグレード先のイメージを直接ダウンロードします。イメージを直接ダウンロードするには、まずアップグレード対象の製品をクリックします。すると、この製品で使用可能なイメージのリストが表示されますので、アップグレード先のイメージの右側の下矢印アイコンをクリックします。これにより、目的のイメージをダウンロードすることが可能です。DNA センターへのイメージのインポートが完了しますと、イメージの下に Verified と表示されます。これは先ほど説明した KGV ファイルを使用してインポートしたイメージのハッシュ値を検証し、イメージが改ざんされてないことが確認できたということを示しています。また、DNA センターのバージョン 2.2.3 からは、アドバイザリーと呼ばれる項目が追加されており、各イメージに該当する脆弱性情報を確認可能です。こちらのクリティカルやハイをクリックしますと、このように該当する脆弱性情報が表示されます。脆弱性の名前をクリックしますと、シスコの公式サイトに飛びまして、このようにより詳細な内容を確認可能です。では、DNA センターへのイメージのインポートが完了しましたので、次はアップグレード先のイメージ、すなわち自分たちのネットワークにおいてネットワーク機器が使用すべきイメージを指定します。このイメージのことを
DNA センターでは、ゴールデンイメージと呼び、イメージの右横の星印をクリックすることで、特定のイメージをゴールデンイメージに指定することが可能です。ゴールデンイメージの指定が終わりましたので、左上のハンバーガーアイコン、プロビジョン、インベントリーをクリックし、デバイスの一覧に戻ります。ゴールデンイメージを指定すると、ゴールデンイメージ以外を使用しているネットワーク機器のコンプライアンスがノンコンプライアントに変化します。こちらのノンコンプライアントをクリックしますと、稼働中のイメージがゴールデンイメージと一致していないことが確認できます。インベントリーの包括にソフトウェアイメージを指定しますと、ゴールデンイメージ以外を使用しているネットワーク機器には Need Update と表示されます。では、ここからスイッチ2とスイッチ3をバージョンアップしてみます。まず、バージョンアップ対象のスイッチ2とスイッチ3を選択し、アクション、ソフトウェアイメージ、イメージアップデートをクリックします。こちらのページのアップグレードレディナスレポートをクリックしますと、バージョンアップ対象のネットワーク機器のコンフィギュレーションレジスターの値やフラッシュメモリーの空き容量などが確認できます。フラッシュメモリーの空き容量などに問題がない場合は、NEXT をクリックします。こちらでは DNA センターからネットワーク機器にイメージを配布する前と後での正常性確認の際に何をチェックするのかを指定可能です。イメージの配布に関する設定が完了しましたら、NEXT をクリックします。こちらでは、バージョンアップ対象のネットワーク機器において、配布した新しいイメージを有効化する前と後での正常性確認の際に何をチェックするのかを指定可能です。また、イメージの配布のみを実施し、新しいイメージの有効化は別の機械で実施したい場合は、スキップアクティベーションをクリックします。今回は、イメージ配布後に新しいイメージを有効化したいので、スキップアクティベーションは無効にしておきます。イメージの配布に関する設定が完了しましたら、NEXT をクリックします。こちらでは、イメージの配布、イメージの有効化を実施する日時を指定します。今回は、この後、すぐにイメージを配布したいので、ソフトウェアディストリビューションには Now を指定します。また、イメージ配布後に即座に新しいイメージを有効化したいので、ソフトウェアアクティベーションの After Distribution を有効化します。また、バージョンアップ後にフラッシュメモリーから古いイメージを削除したい場合は、こちらの Initiate Flash Cleanup After Activation をチェックします。イメージの配布、イメージの有効化に関する日時の設定が完了しましたら、NEXT をクリックします。最後に、こちらのページで、今までの設定内容に問題がないことを確認し、問題がなければ、サブミットをクリックします。バージョンアップ作業が開始されますと、このように In Progress と表示されます。In Progress をクリックしますと、バージョンアップ作業の進行状況が確認可能です。また、全体のバージョンアップの進行状況は、アクション、ソフトウェアイメージ、イメージアップデートステータスから確認可能です。では、スイッチ2のバージョンアップの進行状況を確認してみます。バージョン
2.2.3 までは、こちらのページは、このように、かなり殺風景でした。バージョン 2.3.3 からは、イメージの配布、イメージの有効化の中で、現在、どの処理を実施しているかが、非常にわかりやすく表示されるようになりました。DNA センターからネットワーク機器へのイメージの配布が完了しますと、イメージの有効化が開始されます。バージョンアップ作業が完了しますと、右上のステータスが緑色に変わります。では、バージョンアップ後の状態を確認してみます。バージョン 2.3.3 からは、このように、イメージの配布、イメージの有効化の処理の各工程で、どのようなことが行われていたかが、簡単に確認可能です。チェックからは、イメージの配布、イメージの有効化の前と後で実施した正常性確認の結果を見ることが可能です。前と後で実施した正常性確認の結果に差異がない場合は、このように No Difference と表示され、こちらをクリックしますと、小コマンドの結果が確認可能です。前と後で実施した正常性確認の結果に差異がある場合は、このように Difference と表示され、変化している部分は、このようにハイライトされて表示されます。インベントリーの一覧からも、スイッチ2とスイッチ3が 17.8.1 から17.9.1 にバージョンアップしていることが確認できます。また、スイッチ2とスイッチ3のコンプライアンスもコンプライアントに変化していることが確認できます。コンプライアントをクリックしますと、スイッチ2とスイッチ3がゴールデンイメージで動作していることも確認できます。最後にまとめになります。DNA センターのスウィームを使用することで、複数台のネットワーク機器を簡単にバージョンアップすることが可能です。ぜひ皆様もスウィームを使用してつまらなくてめんどくさいバージョンアップ作業を自動化してみてはいかがでしょうか。